今から LP で制約率を右肩上がりにさせる AB テストの方法について解説していきます。どうも、ウェブマーケティングチームスクラボのズヤです。前回はテンプレートを使って質の高いランディングページを作る方法といった動画で一定の制約率を短時間で効率よく LP を作る方法をお伝えしました。まだ見てない人はぜひ見ていってくださいね。LP のテンプレートも無料プレゼントしてますので、ただそちらはあくまである程度コンバージョンの高い LP を短期間で作る方法。しかしそれではもったいない制約率を右肩上がりに爆増させる方法。それが AB テストです。AB テストと言われてもよくわからないって思うかもしれませんが、意外と簡単で A のパターンと B のパターンの LP を出してみて、それから出たデータで制約率が高かったものや反応がいいものを残すといった手法です。この AB テストをしなければコンバージョンが取れない原因がわからなくなってしまいます。そして正しく AB テストをするためにはポイントを押さえないといけません。ただなんとなく AB テストをしても時間と労力を無駄にしてしまって逆に制約率を下げてしまう可能性もあるかもしれません。最悪の結果 LP を何度も作り直すなんてことになってしまうかもしれません。そんなことをしてしまっては赤字確定。実際に私たちのところへ相談しに来た人で AB テストをやったけど成果が出なかったなんて方もいます。話を聞いてみると、その人は広告で集客をしていたのですが、制約率が低くあれやこれやと色々と AB テストをして毎日ずーっと数万円の広告費がかかり、毎日が不安といった状態で完全に死んだ魚の目をしていました。ただこれはよくあるケースなんです。AB テストには抑えるべきポイントがあります。そのポイントを抑えなければ具体的に何を改善すればいいかがわからなくなってしまうんですよね。実際その人に私たちが AB テストに必要なポイントを伝えた結果、なんと1ヶ月で制約率が倍以上の成果が出ました。ではそのポイントを3つ紹介していきますね。あと今回紹介する方法以外にもこのチャンネルではネットに関するあらゆる情報を発信しています。例えばこんな動画とか検索上位させるための SEO 対策、 SNS 動画マーケティング、海外のウェブマーケティング方法などありとあらゆる情報を網羅してるので、見逃したくないって人は今のうちにチャンネル登録してもらえばと思います。重要度の高い箇所からテストをする。一番初めのポイントはこの3つのポイントの中で最も重要と言っても過言ではありません。それが重要度の高い箇所からテストをすること。これは以前私たちが犯したミスなんです。さらに私たちへの相談に来たほとんどの人がミスしていたポイントでもあります。私たちは以前 LP の中央の見出しを変えてみたり、社会的証明の部分を変えてみたり、色を変えてみたりなどめっちゃめちゃ試行錯誤してました。ですが得られる結果は変わらない制約率。もう何の成果も得られませんでしたっていう状態。成果どころか広告費が毎日必要でガンガン予算が減ってくのは恐怖でしかなかったです。焦っていろいろ変えてマジで意味わかんない状態になってしまっていたんです。見だっぱにかけられて混乱みたいな、そんな時に寝る間も惜しいんで全て作り直してなんとか1ヶ月で一定の成果を出せれたんですけど、ここで気づいたんですよ。あれこれって重要な箇所からをテストすればいいんじゃねって今は徹底して重要な箇所から改善するようにしています。例えば私たちは最近新しい LP をリリースしました。しかしコンバージョンは 0%。そこでオファーそのものを変更することにしました。コースをメインにするのではなく、コースの中にあるブログのテンプレートを強調するようにしたんです。この1回の変更で制約率は 40% に爆増。このようにLP はコンバージョンに直結する重要な箇所からテストすべきなんですよね。ほんま余計な時間と労力はかけないでくださいね。しんどいことは私たちが体験してあなたに伝えますので、ヒートマップを使用してランディングページがコンバージョンされない理由を突き詰める。 LP にアクセスしたユーザーが制約されない場合や思ったほど制約率が高くない場合、何が原因なのか、これを探すのはとても大変です。誰も教えてくれるものじゃないですからね。ぶっちゃけお客さんに聞いてもなんとなく興味なかったで具体的な原因は見つからないでしょうし、
また、その原因を見つけるにしても、ヘッドコピーはまだしも、ストーリーの部分が原因なのか、それとも社会的証明の部分が原因なのか、はたまたベネフィット、いや、保証の部分と原因がどこにあるかわからないものです。そこで使われるものが、てれててっててーん、ヒートマップなんですよね。マジで、これは秘密道具みたいに便利なんですよ。ヒートマップとは、サーモグラフィーのように閲覧者がどこに目を留めて、どこで離脱してるかを見える化したものです。この赤い部分が注目されている場所で、青い部分が注目されてない場所です。ただ、便利なツールだとしても、制約されない理由と修正方法は、これって教えてくれるわけではありません。しかし、これはあなたが原因をどこにあるか把握するための判断材料となるデータを提供してくれます。例えば、無料で使える見える化のヒートマップを導入してみました。実際にヒートマップを見てみると、ユーザーが想定通りの行動をしてないことに気づきます。この気づきから、なぜ離脱したのか、どうしたら改善できるのかを考えることができるようになるんですよね。間違い探しで、この範囲に間違いがありますってヒントをもらってるような感じです。さらに AB テストをしてその範囲を狭めていけば答えに近づいていくってことですね。デッドラインを決める。最後に話すこれは知らないと大損こいてしまうでしょう。僕はどちらかというとせっかちなタイプなんで AB テストをすると1日たった50アクセスでも改善せねばって焦ってしまいます。ですが感情に任せて AB テストの結論を出してはいけません。もちろん改善をすぐするということは間違いではないです。なので私たちのチームでは期間、アクセス数のラインを決めてテストをするようにしました。ちゃんとデータが溜まってから AB テストをするんです。それはなぜか。実際世界120カ国以上で12万以上の企業で活用されている世界最大の Web ツール HubSpot では私たちよりもずっと上手に AB テストについて詳しく説明しています。そして私たちは HubSpot の記事を研究して少ないアクセス数、短期間で制約が出なくてもそれは一時的なものでしかなく結論を出すのは早いと理解できたんです。10件程度のコンバージョンで結論をつけてはいけません。あなたの思ってる以上のアクセス数、期間、コンバージョンが必要なんです。そのためには早く結論を出したいって気持ちをグッて抑えてじっくりと AB テストを行い数字と向き合いましょう。まとめ。ここまで聞いてあなたはこう思ったでしょう。なんか地味。めっちゃわかります。そうなんです。AB テストはめっちゃ地味な作業なんです。ですが数字は嘘をつきません。1+1 は2が3や10にならないように確実に正確なデータが出ます。それはある意味僕らに絶望を与えるでしょう。ですがその絶望を乗り越えることができれば確実な成果を上げることができるという証明にもなります。ぜひ諦めずに僕らと一緒に数字という絶望を乗り越えちゃいましょう。僕らがついてるので安心してください。そして最後にこの動画をまとめます。 AB テストで重要なポイントはヘッドコピーやオファーなど重要度が高い箇所からテストをする。ヒートマップを導入して制約されない理由を突き詰め改善する。アクセス数や期間などでデッドラインを決めるについて解説しました。次回はランディングページのデザインに関する動画を配信します。他にもより高度な LP の制約率アップ術や圧倒的に売れるメールマーケティングなどの動画を発信していく予定ですのでお楽しみに。このチャンネルでは労力半分成果2倍をコンセプトにしています。ネットを熟知している上級者には超有益な情報を、ネット初心者には一から分かりやすく Web に関する知識を発信しています。YouTube は数多くの動画があるのでもう二度とあなたと出会うことはないかもしれません。見逃したくないって人はチャンネル登録してもらえばと思います。他にもネットに関するこんな問題を解決してほしいなどあれば気軽にどしどしコメントください。それでは次の動画でお会いしましょう。